こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの持ち方、ハンドリングについてお話ししたいと思います。せっかくですね、ボールパイソンをお迎えされて一緒に暮らしていく、生きていくとなったら、私は見てるだけでいいのという人もいるかもしれませんけれども、できれば戯れたい、このもちもちとした体に触れたいという人も多いんじゃないかと思います。今日はですね、こういうふうにすれば、ボールパイソンもそんなに嫌がらないよとか、こういうのは嫌がりそうだよっていうのをお話ししたいと思います。持つときはですね、最初は消毒、外から帰ってきたりとか、あるいは家の中でも、いろんなものを触ったら、できれば消毒をして、消毒をしてきれいな手で触ってあげるといいと思います。病気にしたら治すっていうことも大事ですけれども、やっぱ生き物なのでいかに病気にしないかということが大事ですね。これは人間も同じだと思いますけれども、次亜塩素酸水とかアルコールを使って消毒をして、そしたらですね、まずこう持つで、蛇を飼ったことがないとか初めて触るっていう方はやっぱり怖いと思うんですよね。で、怖いとどう持っていいかわからないっていう時にやりがちなのは、こうなんかって持つ。それはね、結構嫌がるんですね。不安定なのを嫌がるので、前からこう行くよりは後ろの方がいいかもしれません。後ろにならない、後ろになるかな。こう水をすくうような形で、こんな感じ。はい、ほら怖くない。ボールは友達、怖くない。こんな感じですね。不安定な持たれ方をするのを嫌がるので、こう両手でしっかり支えてあげてください。で、ハンドリングというか持たれることが最初は慣れていない、生まれたばかりとかお迎えされたばかりで慣れてない時は、ボールもですね、怖がったりとか落ち着かなかったりとか、時にはシューって言ったりとかするかもしれませんけれども、ハンドリングをしているうちに慣れてくることがほとんどです。この人だったらいいかなというか、こういう持たれ方だったらいいかなという慣れがボールにも生じるので、そうしたらおとなしくなっていくかなと思います。そうするとね、ちょっとこれまでちっちゃいのであれなんですけど、こうやったら腕にね、こうぐるぐる巻きついて登ってきてくれたりとかするようになります。やっぱりね、自分の体にボールが慣れてくっついてくるのは可愛いものですけどね、ここ入っていったりとかすることもあるかなと思います。こんな感じね。こんな感じでは、良くない持ち方をちょっと実践したいと思いますが、ボールでやるのはかわいそうなのでですね、今日はこちらの HDMI ケーブルをご用意しました。これボールだと思ってね。良くないのは不安定なとか、小学生が青大将を捕まえてやってるようなイメージが僕の中では浮かぶんですけど、こうやって安定した持ち方をしてあげるんじゃなくて、こうやってプラーンとかっていうのはボールにとっては怖いしストレスになるので、プラプラさせない、不安定にしないっていうのが大事です。ちゃんとね、こういう感じで水をすくうように、支えるように、安定するような形で持ってあげてください。あとはですね、その爬虫類は哺乳類、犬や猫のように人に懐くのか懐かないのか問題というのがあって、これですね、犬や猫のように私のことを愛してくれている、そして私に触られるのを求めてくれている、私のこの手とか体に乗って、触れ合いを喜んでくれるっていう考えの人と、爬虫類はもうそういう機能というかものはなくて、慣れることはあっても懐くことはないっていう意見の人もいるんですけど、諸説あるので、その戦いはですね、それぞれの判断にお任せするとして、いずれにしても持ちすぎは本来は良くないんですね。ストレスになるわけです。慣れてるからこういう持ち方、この人この匂いだったら大丈夫だろうというふうに思う
でいるとしても、持たないでいいなら持たない方がいい、触らないでいいなら触らない方がいい。人間の体温って結構そのボールに比べて高いので、あとはボールのケージと部屋の温度とかっていうのも違う人もいるかもしれませんけれども、温度と湿度が急激に変化したりとか、何かに持たれて、不安定になるとか、人の体温、動物の体温っていうものにで、表面温度とか体の温度が上がったり下がったりとかっていうのがあんまり急激に何度も何度もあると、ボールとしてはあまり安心するものではないと思うので、ハンドリングしたいわっていう時もあると思うんですけれども、基本的には触らない方が安心するし落ち着く生き物なんだよっていうことを念頭に、頭のどこかに置いといて、たまにちょっと触らせてねくらいのことがいいと思う。なんていうんですか、頻度がいいと思います。毎日触りたい、毎日一緒に寝たい、そういう気持ちはすごくわかるんですけど、なるべくそのボールの心とか体調の安定というのも考えてあげると、そんなに触らない方がいいかなと思います。ボールパイソンを飼っていると、じゃあハンドリングはどれぐらいの頻度でしたらいいんですかっていう質問を受けることがあります。1週間に1回ならいいんですか、いやもうちょっといいんじゃないですかって、じゃあ3日に1回なら、いや2日に1回なら、いやもっと触りたい、私は1時間に1回は触っていたいっていう人もいると思うんですけど、じゃあどれぐらいの頻度ならボールにとってストレスがないのかっていうのはですね、考えてください。毎日だとちょっと多いかなと思います。で、これが2日に1回ならいいんですか、3日に1回ならいいんですかっていうのは、すごく嫌がるなとか持った後で、なんかシュッて丸まっちゃって動かなくなるなとか、シューシュー言ってちょっと落ち着かなくなるなっていうこの場合は少し伸ばしてあげるといいと思います。よくないのは、2日に1回はいいって聞いたとか3日に1回はいいって聞いたっていう外の意見を参考にしすぎて、自分と飼ってるボールパイソンのこのリズムとか関係っていうのを考えずに情報だけを鵜呑みにしていくっていうのは良くないと思うので、そうですね、毎日はちょっとやりすぎなんだっていうことだけは思っておいていただいて、あとはじゃあどれぐらいだったら私とこの子はお互いの妥協点を見つけていけるかなっていうことを考えていくっていうのが生き物の飼育にとって一番大事だと思うので、何日に1回ならいいんですかっていうんじゃなくて、この子と私だったらどういうものなのかなっていうのを考えていっていただければいいなと思います。で、触らないでほしいのは餌やりの当日次の日ぐらいは触らないであげてください。消化っていうのは結構ストレスがかかるので、食べたものを戻してしまったりするので、食べた日、それから次の日できればその次の日ぐらいまでも僕は触らないですけど、消化が落ち着くまでは触らないといいかなと思います。今日はボールパイソンのハンドリング、持ち方についてご紹介しました。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。